どうもこんにちは。今日はこちらのユルチアのボックスカーフを使って作っている靴の中物をやっていきたいと思います。靴の内部ですね。実際はアウトソール本底がここに貼り付いちゃうので全く見えなくなるんですけど、靴の内部でクッション性だったりとか、あと靴の剛性ですね、硬さ、そしてこのローリング、歩行する時の動作の仕方、この靴の動き方とかっていう、そういうところを決める非常に大事な部分です。今こんな感じでスクリーニングが終わったところですね。そしてウェルトは少し整えてあります。幅を整えてあります。まずは溝ですね。スクリーニングの中底加工を見ていただいた時にリブを作りました。リブは中底を削ってスクリーニングに縫うための段差をつけたんですよね。ここに黒い糸が見えてる、これがスクリーニングです。段差になってますので、あの時に、1本でこの段差を切り取ったんですよね。それを戻します。これ取ってありましたので、別にこれじゃなきゃいけないわけじゃないんですけど、1本でぐるっと切って、そしてまたそれを戻すというのが最も早くてコスパが良くて簡単です。糊を塗ります。最初僕が習った時はこの溝を作るっていうのは包丁でサク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 徐々に作ってたんですけど、上手い人、プロの職人のやってるのを見ると1本でねやってるんですよね。で1本でやるの難しくてもできなかったんで、いや別に1本じゃなくてもいいしとかって、後から別な皮を入れればいいので、いやそれで全然いいだろうとか思ってたら、ある時ちょっとやってみようと思って1本で切ったんですよね。難しかったんですけど、なんとか1本で切ったら、徐々に溝を作っていくよりも一発で決めちゃった方が全然早いことに気づいたんですね。だから皮の節約とかそういう話ではなくて、いやもちろんそれも多少あるんですけど、1本で切る方がそもそも溝を作るのが早いということに気がつきました。個人的に職人技みたいで、この1本で溝を作るっていうのは好きですね。作業自体も美しいじゃないですか。そしてそれが効率にも優れていて、無駄な作業、無駄な材料を使わない、すごく洗練されている気がします。貼り付けます。これでスクリーニングの段差が埋まりました。次にコルクを入れていきます。中底加工でこの部分へこんでるっていう話したんですけど、へこんでますね。まずこの部分にコルクを入れます。コルクはこんな風なシートで売ってますので、これを切り出して使います。コルクを平らに削ります。次にシャンクを入れていきます。シャンクはかかとから土踏まずの部分を支えるものですね。でビスポークだと竹使ってるんですけど、 MTO だと鉄使ってるんですね。大きな違いはないです。今回はちょっと鉄でいきます。今回の作り方としては MTO のフルハンドメイドと同じ作り方ですね。竹使うのは特別感、あと空港でこれぐらいだと多分大丈夫なんですけど、手に入っていると鉄チャンクが金属探知機で反応する場合があって、靴が脱がなきゃいけないことがあるんですけど、竹使うと絶対反応しないですね。でこれは
鉄のシャンクにテープを巻いてますね。鉄のシャンク、今平らにしたコルクのところに接着するので、鉄ツルツルだと接着剤つきづらいので、このテープを巻いて接着剤がつくようにします。シャンクを貼ります。シャンクはここの今の土まずの形状に合わせて少し曲げて加工しました。これレザーシャンク用の革ですね。3ミリやつぐらいかな。これを今のこの貼った鉄のシャンクの上にかぶせます。でこんな感じで型を取ったので切り出します。レザーシャンクを貼り付けます。この鉄のシャンクとレザーを合わせ技にするんですけど、これは靴のこの高速部ですね。ボールジョイントより後ろの部分の合成の強化ですね。硬さ感。体重を支えるっていうのももちろんそうなんですけど、ねじれないようにとかってあったり、あと形状によってこの歩くこの屈曲の仕方をコントロールしたりというのができるので、二重構造にしてます。下のコルクもやると三重ですね。ただこのコルクはただこのへこんでる隙間を埋めてるだけですね。この鉄とレザーのシャンク二重で靴の補強をしています。最後に型を取った前方部分ですね。靴用語はフォアパートとか言うんですけど、フォアパートの部分にコルクを入れます。左右形が違うので左右別々に取ってコルクを切り出しました。でここにコルクを入れる理由は、クッション性多少は、あります。多少はっていうのもそんなに厚く入れないので、多少はっていう感じですね。そんなね履いてふかふかするような感じではないんですね。そのクッション性っていうところと、あと充填剤ですね。このままソール貼ると結構このベルトとか中底のリブの段差とかがちょっとボコボコしてるんですよ。で、こうやって見てもらうと分かるんですけど、平らっちゃ平らなんですけどね、あんま平らじゃないというか、だからそこにコルクを埋めて形を作るっていうところ。そして靴を履いて立った時の接地点ですね。ぐらつきがないように、そして歩くのに適正なポイントでこの靴が地面に接するように形を作ります。適正の位置っていうのは、例えば適正じゃない位置、例えばかかととつま先でこうついちゃう、変ですよね。で今度逆にこの土踏まずのあたりでついちゃったりしたら変なので、しっかりこの設置するべきポイント、この重心がかかるポイントですね、で設置するように作ります。実際はボールジョイントの部分よりも少しだけ後ろに設置点を下げて作ってます。ぜひね、中物の解説の動画っていう、そのどういった風な作りをしているか、MTO の
解説なんですけど、岸澤枠の靴ほぼ、全てに当てはまるので、ぜひそちら概要欄貼っておくので見てみてください。はい、ということで中物が完成しました。こんな感じですね。解説すると、この部分だけコルク、そして鉄シャンク、レザーシャンクですね。で、前部分はコルクのみという感じになってます。ボールジョイントで曲がるので、このレザーシャンクあんまり前入れちゃうと曲がらなくなっちゃうのでね、しっかりボールジョイント前で留めておいて、前部分は硬さのないコルクだけですね。そしてこんな感じに靴が歩いた時に少し転がるような形状に削ってあります。ウエストのあたりはシャンクを隠しているのでこう丸みが出るんですけど、その丸みがしっかり滑らかになるようにウエストが美しくなるような形状にしてあります。これで中物終わりましたので、次回は出し縫い、靴底の手縫いですね、やっていきます。それではまた。